おはようございます。たかしです。本日は7月29日金曜日、ただいま7時57分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足です。昨日の日足は大きな陰線となっております。ただ結局三角持ち合いから抜けられていないという、そんな感じですね。その前の日とかその前の前の日の陽線を打ち消す大きな陰線になっていますので、基本的には本日も戻り売りなんですけれども、ただこの三角持ち合い抜けられていなくって、ここで結局レンジになっているように見えますので、やはりちょっと難しいなっていうのが正直なところです。現在ここをもしこの三角持ち合いですね、下抜けてきたとしても、そのすぐ下にはこのオレンジのライン、これがフィボナッチリトレースメントの 38.2%。このフィボナッチリトレースメント、ここですね、151円ぐらいからこの最高値まで当てたものの 38.2%。ここを過去にも何度も意識されているラインなんですね。ただ、ヒゲで上抜けたり下抜けたりっていうことはあるんですけれども、それでも比較的ここっていうのは最終的に意識されているラインですので、そろそろその辺付近っていうのは意識されてくる。この 38.2% は162円付近ですね。現在が 163.5 付近ですので、まだもう少し距離はあるんですが、ここは意識されてくる。そしてこのオレンジのラインですね。これはこことこの安値に当てたものなんですが、そこを結んだものですね。で、その付近というのも意識されてくると思いますので、今、この三角持ち合いを下抜けても、次はこのオレンジのトレンドラインっていうのが意識されてくる。そして大きくはこの白のボックスの中で動いてます。このボックスはこの高値とこの辺ですよね。160円ぐらいが意識されてますので、その辺を結んでます。で、160円っていうのも過去に何度も意識されているラインですので、おそらくこの辺ぐらいではまた反発してくるだろうとは思ってます。ですので、三角持ち合いを下抜けても抵抗が結構多いんですよね。まずはここ、162円ぐらい、そしてオレンジのトレンドライン、そして160円ぐらいと意識されるポイントが多いですので、やはりすんなりとは下げてくれないなっていう、そんな印象です。かといって上昇していくのかというと、そういうイメージではありませんので、基本的には戻り売りで、下の方に動いていくだろうと思ってるんですね。で、今ここで大きくダブルトップをつけての下落になりそうになってますので、一旦はここ最終的には 155.5 付近、この赤いボックスの下限ですね。ここが今ダブルトップのネックラインになってますので、ここを目指してくるのかなという感じはしてます。ただ、ここまで下げてくるかどうかはわかりませんが、一旦は160円ぐらいをターゲットとして下げてくるんじゃないかというふうには考えてます。今この白のボックスの中で動いてて、その中で三角持ち合いになってますので、抜けた方についていくというところで、今、上抜けするか下抜けするかまだわかりません。今先端で結局はレンジに移行した感じにも見えますので、上に抜ける可能性もあるんですが、週足を見てるとここから上昇してくるのはまだ難しいのかなと。一度下を深掘りしてそこからの上昇ならわかるんですが、今この状態からは上げきれないんじゃないかと考えてますので、一旦は下を目指す。それが160円なのか 155.5 付近なのかっていうのはわかりませんが、この三角持ち合いを抜けた場合はその支点まで下げることが多いです。なので、一旦ここですね、この水色のラインの始まった点、ここが158円ぐらいですね、になりますので、その辺ぐらいまで下げてくるんじゃないのかなと思ってます。ぴったりここまで下げるってわけじゃないんですが、160円終わって、158円までの間ぐらいのところまでは下げてくる、余地があるのかなと考えてます。では4時間足です。4時間足ではここにさらに切り下げラインを引いてます。このオレンジのラインですね。ここ過去に意識されてます。このラインっていうのはここの点とここの点を結んでます。で、過去この辺も意識されてますよね。そしてここは反発のポイントになってますよね。ということは一旦今ここ、先ほど言ってましたボックスが今この緑で描いてるんですけれども、ここ1点、2点、3点とつけてますので、今4点目として反応はしてきてます。ただこれがどこまで戻すかはわかりませんが、このボックスを下抜けてもこのオレンジの切り下げラインがありますので、その辺は次抵抗になってきます。そして先ほど言ってましたこのオレンジ、ちょっと濃いめのオレンジのラインですね。162円ぐらい。これが冷やして言ってたフィボナッチリトレースメントの 38.2% です。で、ここ162円ぐらいが次ターゲットでしょ。そしてそのすぐ下には冷やしのトレンドライン。この右上がりのラインですね。このオレンジのラインがありますので、ここがターゲット。そしてその次がこの白のボックス加減。ここが160円ぐらいとなっておりますので、今は段階的に
一旦今163円ぐらいで引っかかってますが、その次がここ162円ぐらい、そして160円ぐらいというところで段階的に引っかかってきますので、ちょっと下げてもこうジグザグと下げていく。そんな印象ですね。で、今この緑のボックスの中で動いていると考えると、今度戻してくる幅がこの166円ぐらいまで、この紫の点線、ここが1時間足の目線切り替えポイントですけど、ここまで戻してくる可能性もありますので、今は一旦緑のボックスの中で動くという前提でトレードしていくのがいいのですが、日足のところでもお話ししましたように、基本的にはまだ下がっていくと思ってますので、ボックス内トレードの基本は、このボックス下限でのロング、上限でのショートなんですが、今下限でのロングは少し怖いなというふうには思ってます。もしロングをするのであれば短く利確、利益が乗ったところで利確していくのがいいんじゃないかなと思ってます。そしてもし上限まで戻ってきた時は、ここはショートエントリーチャンスだと思ってますが、この感じで上限まで戻ってくるのかっていうのも正直疑わしいところです。ただ、本日金曜日ですので、昨日のこの下落に対して逆の動きをする可能性もありますので、どこまで戻してくるかですね。で、今ここの高値がこの安値にフィボナッチリトレースメントを引いて、それの戻してくるところ、あるポイントで戻り売りを仕掛けていくのがいいのかなと思っております。ただ、極端に言うとここ166円まで戻すっていうことも考えられますので、その辺は注意が必要ですね。現在ストキャスティクス4時間足は安値圏に入ってます。日足のインジケーターは方向感がありません。そして4時間足 MACD も弱い状態ではありますので、上昇してきたところは売られるんだろうなと。一旦の目安としたこの GMMA 付近でしょうか。今 GMMA は横ばいで収束してますので上抜ける可能性もありますが、一旦この辺ぐらい164円のミドルぐらいまでは戻す可能性があるのかなと考えてます。では1時間足です。先ほど言ってた緑のボックスこんな感じですね。昨日の最高値、一昨日の最高値から昨日の安値のところに当てたものの、今現在は 23.6% がこのグレーのラインです。163.681。この辺で今上げ渋っている感じがしますね。ここから下落するのか、今1時間足の GMMA までタッチしに行こうと思うと 38.2% の164円ぐらい。この価格は 164.187 なんですが、この辺ぐらいまで戻してくる可能性もありますね。で、現在ストキャスティクスは高値圏ですが、もう少し上昇余地がありますので、ここから今下落してくるのか、もう一段上昇かなっていうところですが、ストキャスティクス高値圏にありますが、GMMA の接触はしてませんので、もう少し戻してきてほしいところですね。なので、164.2 ぐらいまで戻してきたところでは、戻り売りのチャンスかなと思ってますが、今ここから下落してきたときは、もう一度もしかしたら、この安値、163円ぐらいのところで反発して上昇してくる可能性もありますし、この緑のボックスを下抜けてもすぐここ下にはトレンドラインとかもありますので、その辺が反発ポイントになる可能性もありますので、基本的には戻り売りで狙っていきたいので、今のこの 23.6% や 38.2% ぐらいが戻り売りのポイントかなと見ております。ただ先ほど4時間足のところでもお話ししましたように、今この緑のボックスの中で動いていると考えると166円ぐらいまで戻してくる可能性もありますので、その辺は注意が必要です。現在明確なラインとしてはこの辺ですかね。この、切り上げラインを黄色で引いてますが、その辺付近がちょうど GMMA ともぶつかりますし、このフィボナッチリトレースメントの 38.2% 付近でもありますので、この辺に戻ってきたところでは明確な戻り売りポイントかなと見ております。もしくはここ1時間足ですと、ここで一旦、戻り高値、ここで3損みたいに機能なってるんですよね。で、3損での下落なので、この右肩左肩のこの辺、ちょうどこの水色の、日足の三角持ち合いの上限になるんですが、165.2 ぐらいですかね。この辺まで戻ってきたところでも、ここは戻り売りポイントになってくると思ってます。本日は金曜日ですので、無理にトレードをする必要はないと思います。しかもこの昨日の大きな下落に対して調整の上昇が入ってきますので、その調整の上昇を取っていくのもありだとは思いますが、今一旦このボックス下限に来たところではダブルボトム狙いでのロングを取ることも可能だと思いますが、中期的にはまだ下げると思ってますので、基本は上がってきたところは戻り売りで、ロングは短く決済っていうところでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。